今日の話はですね、絵のプロになりたい人は絵を描く時間を最大化させてください。何かをするためには何かをしない必要があるんです。皆さん、何かに突出するためにはみんながやってる普通の何か、みんなが普通にやってることをやらないしかないんですよ。だって持ち時間決まってるから。いくら寝ないとはいえ、いくら若くてさ、いくらでもね起きていられるとはいえね、2鉄3鉄とかさやるじゃないですか、若い時って。とはいえ持ち時間は決まってんです。1人24時間ってね、1日。その持ち時間24時間を結局何に使うかがその人なんですよ。でめちゃくちゃシンプルに言って、1日8時間絵描いてる人は絶対ほとんどプロになれるんですよね。1日8時間描けないんですよ、普通に考えると大変でしんどくて、絵なんて。そう1日8時間絵描いてる人はね、ほとんどプロになります。でも1日8時間描けないんですよ。仕事なりね、学業なりね、何らかのいろんなものがあって、普通ね8時間っていう時間をですね、自分の生活の中でほとんどの場合捻出できないんですね。本当なんかね、散歩やらゴルフやら楽しそうに生きやがってって思ってるでしょ、ね、分かんないけどね。その前俺6、7年はね、本当に全くそんなこと何も1ミリも考えずに、マジでただ絵で食ってくことだけに集中したのが、最低でも6、7年本当それだけに集中したのがあるからね。そうじゃないと今の僕になってないですから。そんな都合よく気づいたら絵で食ってましたなんて人誰もいませんから、はっきり言って。俺の身の回りで知ってる人でほんとね、そういう下積み時代みんなあるから、ほんとが最低でもやっぱそのぐらいあるって。俺は短い方だよ全然。それでもね、もちろんその期間ね、多分他の人よりも多少意識高くやってたからだとは思うんですけど、やっぱそのぐらいかかるって普通に考えてね。なのでそんなね都合よくないですから、周りっててかその世の中ってね。むしろとても都合の悪い現実を自分に都合よく自分じゃないな、その都合の悪い現実に自分が合わせるんですよ。それは絵を仕事にしたい人だったらやっぱ画力を上げたりとか、あるいはイラスト漫画だったりしたらそれに必要な、それで売れそうなスキル、同人活動で稼ぎたいんだったらそれで売れそうな市場を知ってる、どういう今売れ筋なのかとか、もちろんそんなのは、やりたいことなんだから知ってるだろうし、で今自分はこのぐらいそれでのプレイヤーであるから、じゃあ次こういうことが次売れるためには必要であるとかって、同人でやるってことはさ、同人だったりイラスト漫画家さんっていうのはどっちかというと、自分で自己プロデュースだったりとか、そういう必要がやっぱあるので、そこら辺はアニメーターとだいぶ違うんですけれど、とにかく食っていくためのスキルをどうやって身につけたらいいんだろうっていうのをやっぱりねやるのに、今だったら情報があるからもうちょっとね時間短縮できるとしても5年はかかると思うよ、普通に考えて。それだけに集中してだよ。他に全く意識しないでですよ。でそれをですね、他のことやってたらね、その時間ってね半分とか3分の1じゃないんですよ。集中ってね5分の1とか10分の1になるんですよ。わかります？このちょっと理屈折り返しから話していくね。例えばまだその絵にそこまで技術がない人とか画力がない人がそのプロの壁を越えるためにはね、毎日描かないとまずダメなのね。毎日だし、ある程度集中してその期間。なぜかというと、例えば1日にやるタスクというかものがですねいっぱい分かれてたりとか、あるいは日替わりだったりとかするとですね、自分の指先ってまだ不安定なのね。画力がとかその技術がまだままならないというか、そのプロのレベルに達してない人間にとっては忘れちゃうんです。例えば僕だってクリップスタジオまだ正直そんな使い慣れてないですよ。ソフトとかアプリとか使い方忘れちゃうんですよ。多分皆さんもなんかそういうこと身に覚え経験あるでしょね。本当にすぐさっと使えるものと覚えててできることと、なかなかまだ日が浅いというかまだ覚えたてのものってさ定着してないから、なんか1ヶ月も触んなかったら忘れちゃったりするでしょ。それと同じなんですよ。そのアニメーターだったりその絵のプロになるっていうことも、あれやってこれやってそれやってっていうことを分散してる間に集中してある一定期間ガーッとやった人に比べてその時間に対しての効果が3分の1とか5分の1になるのね。毎日継続して積み上げてったものってやっぱ強いんですよね。でそれが間が空いちゃうことによって
初心者だったり中級者の人はリセットされるんですよ。戻っちゃうんですよ。でこれがねもう完全に呼吸するレベルでというか、かなり上手くなると忘れにくくなるのね。自分の体の一部みたいに絵が描けるとかいう人にとっては忘れにくくなるんですけど、この技術が。だけれど、集中してやる期間がですね、やっぱある程度必要なんですよ。ね、画力がまだ安定してない人にとっては。なので、よし、じゃあここで1、2年、もう少なくともそれになるように、ただそれだけに集中しようっていうふうにしないと、1、2年、1日そうだな2時間準備したとして、300日やったとして2時間3時間はやりたいな。3時間1日準備に使うとして300日で900時間900時間2年で1800時間1800時間でなれるかなプロにわかんない。いや、よほど効率よくて、よほどそれに関して集中してたらなれるかな。3時間なんてあっという間じゃない？1日のうちの3時間その創作に使うってどうなのかな。それで慣れたら本当にうまくやったねっていう感じするけどね。俺どのぐらいやってたんだろうね、学生時代ね。少なくともそれを大学の単位で換算したら、俺ちょっと考えたことあったんですよ。このアニメをさ、ね、自主制作アニメをただですよね。ただというのはどっちかっていうとアニメのねサークルに会費払ってるからマイナスですよね。マイナス年間数万円ぐらいな感じで、ボランティアじゃないけどなんつうの趣味ですよねそれね。だって自主制作だからね。これを単位に大学の単位に換算したら時間というか内容500単位とか1000単位ぐらいなるんじゃねえのとか思ってました。これをアルバイト代に換算したらすごい額、時給ね1000とやらなくていいよ、もう500円でいいよ時給正直時給500円でもすごい額になるぐらい俺自主制作してましたよね。今となってはなんかほんとゴミの山の創作物ですけれど、ただそのねゴミのようなね創作をですねやっぱ 3,4 年やったことによってやっぱ腐葉土というか腐ってますけど、もう完全に腐った土みたいにやっぱ自分の経験値になってくんですよ。でもちろんその後ねプロのアニメーターになってもね、もう今となってはね腐った土ですよ。そんな上手くないですよ。プロの時の俺のアニメーターの時の絵だってそんな上手くないです正直ね。だけどそうやって気づいたら今もう24年目になるのかな、アニメを描き始めてさ、そういう自主アニメから始めて、やっぱねなんかねそれっぽくなってきたよようやく自分の中で。そうそれっぽいなってちょっと自分で思えるようにちょっとなってきた。ちょっとねほんと、いやかかるってことですよ時間が。そうね、だからまず食っていくためには絵で食っていくためには背伸びしても、ギリギリの能力を身につける。これは結構重要なことですよね。もうそんなね全般的にっていうのかな、万能である必要ないからマジで。てか万能であるための画力を身につける時間なんてないから。だからマジで食っていけるギリギリでいいんだよ最初は。本当今の生活からこう離脱するためにはさね、まず食ってくためのギリギリの画力でしたよ俺なんて。本当マジギリギリどころか足りなかったからジブリでダメだったんだよシンプルに言えばね、本当ギリギリですよ。もう今絵で食ってくって言ったらギリギリ食えればいいの。周りからお前こんな下手くそな、こんな恥ずかしい画力でよくこんなのでプロになろうとしたねぐらいでも全然いいんですよ。それで食えればね。だってプロってそういうもんだからね。どんな恥ずかしい画力だろうが食えれば勝ちなんですよ。逆に言ったらどんだけすごい画力があっても食えなかったらダメなんですよプロって。だから画力の高い低いはもちろん有利不利にめちゃくちゃ関係するし、あとはねその人のやる気次第ですよ。他の人がさ通勤通学わかんないけど世間一般でいうところの労働してる間絵描かしてもらってるわけじゃないですか。絵描きっつうのプロはさね、それはさまっとうじゃないんだよ一言で言うと普通じゃないんですよね。普通なことやってたらねそうはならないんですよ。なんかがおかしいんですよ。絶対おかしいんですよ。本人もおかしいし時間の使い方もおかしいかもしれないし考え方もおかしいのかもしれない。普通ではね普通になりますんで、世の中一般普通になりますんで、やっぱ他の人がやってることと同じことやってたらその人たちと同じになります。それはそりゃそうだよね。だから今日あなたが何をしているかが結局人生の縮図というのかなですよ。今日絵描いてる人はね、しかもすごいたくさん、そういう人はみんながみんな別に絵描きのプロにならなきゃいけないわけじゃないけれど、
まあそういう可能性はあるんでしょうね。しかし今日そうじゃないことをしてる人がですね、そうなることはないんで、ね、自分が自分のその能力をどのぐらいそれに対してかけるっていうのはね、馬とか競馬の賭けですよ、賭け、ね、自分の時間を何にかけるかによってその人の結果っていうのが生まれるので、何も自分がですね差し出してない、何もそれに対して時間を使ってないのにそうなることはないです。はい。大学であれ勉強したかったなとかさ、あれ専門学校ああいうの勉強したかったかなとかさ、みんな思うことないですか？そんなのね、大学に行かないと、学部学科に行かないと、その専門学校行かないと勉強できないなんてことないから、この時代マジでね。本当にあなたが勉強したいんだったら本買えですよ。本を買え。その道の本を3冊とか5冊とか買ってきて読め。それでその道のほぼ勉強しなきゃいけないことの7、8割は吸収できるし、むしろそれが全てだよ。だって大学行ったって結局本買わされるんだもん。クソつまんねえ教授のクソみたいなまあクソとか言っちゃダメですよ。とても面白くない、妙に高い、とても他の書店では見られないような本をですね買わされるんです全然フォローになってないね全然フォローになってるんですけど、ろくでもない本買わされるんだよ。なんか知らんけど、あれだったらもうちょっと読みやすくて分かりやすい本買った方がいいよ。普通にそこら辺で教育心理学って本あるからいっぱいさ、そんなのね。で俺別に買ってないじゃんってことは大して興味ないんですよ、やっぱり話戻るけど、そんなもんでしょ。みんなそんな堂々巡りしてませんか？やっぱあの時こういう勉強してなかったから、やっぱ私は美大に行ってないから、私はそういう勉強してないから今自分はダメなんだとか言うでしょって思うんだったらさ、その学部学科のやつ調べてさ、それっぽい本買えよ。それで解決だから、ほとんどの場合、それしてないってことはさ、結局意味ないんですよ。ってか、そんな必要なかったの、あなたの人生にとって。もう必要なことはやってるはずだし、今やってないってことは必要じゃなかったってことなのね。そんな後悔全く無意味だってことですほんとマジで。よく私はできないのは美大に行ってないからだっていう人いるでしょ。美大生のこと知らなすぎですね。美大生だって絵の仕事できる人って1割いるかいないかじゃないですか、実際その方。どうですか？でしょ？実際それを仕事にしてる、その道で仕事にしていく人って1割いるかいないかで、ほとんどの人別の仕事つくでしょ。絵というか表現系以外の職業にほとんどつくでしょ。だから別にね、その大学があなたなんかしてくんないんですよ。あとこういう人もいるのね。今の話の考え方で言うと、その大学に行ってないから、その学校に行ってないから、このお上なんですよ。これお上信仰って、お上って上ね。お上が何か自分に何かをしてくれなかったから自分がなれないんだ。そのお上を選ばなかったから、自分は今やってないんだ、できないんだって思っちゃう人が多いんだけど、違うんですよ。やってないからできないだけでしょ、一言で言って。めっちゃシンプルじゃないですか。お上がなんかしてくんないんですよ。お上っていうのは大学とかその専門学校とか、お上と言えないけどアニメ主塾だってそうですよ。アニメ主塾に入ったからってうまくならないですからね。アニメ主塾に入って課題を提出する。できればその課題も、この前の配信で言ったっけ、あれ何で言ったんだっけ、10倍やってくださいみたいなことをポストしたんだっけね。自分で絵描かないとうまくなんないから、それめっちゃ当たり前でしょうがね。美大に入ったからってあなたその日から絵描きですかって。むしろ美大生のね、ほとんど 90% 以上絵描きになんないしっていうね。そもそもなんないしっていうね。だからその前提が間違ってる人が多すぎるんですよ。何かに入ったからそうなるってことないからね。何かに入るのはあくまで自分の学びの参考でしかないから、学ぶのは自分なの、常にね。何かそれにずっとベルトコンベヤーに乗ってたら、なんか都合よく自分がなんか商品になりますってことないですから。そういう商品ってね、替えが利くの。どうでもいい人間にしかなれないんですよ。ベルトコンベヤーに乗ったような商品、人材っていうのは替えが利くから、一山いくらの世界ですよね。なのでそういうような労働市場に乗っかってるうちはですね、僕は無理ですね、それ少なくとも僕はそういう労働市場に乗っかったようなものは無理だなって。うまくやれる自信がなさすぎるので、自信がありすぎるのでうまくやれない自信しかないので、僕はそういうのは無理ですね。はい。自分の真実というか、自分の程度がどの程度のものなのかっていうのをやっぱある程度自覚しないとダメですよね。そうやってね、なんかつまんない肩書きとかに自分が翻弄されたらですね、やっぱね見失うんですよね。やっぱりね、ちゃんと
自分の今の状態っていうのを分かった上で、冷静にね、どのぐらいかけてるのか、どのぐらいかけてないのかっていうのをですね、かけてればかけてるでいいし、かけてないならかけてないでいいんですよ。ただ自分が次何やりたいかとか、どういう戦略を持って次今までできてなかったことをどういうふうにね達成していくかっていうことのね、等身大の自分をですね常に分かった上で、ぜひですね皆さん歩んでいってほしいというですね、めちゃくちゃなんか普通の話なんだよねこれ最後ね。真理はねとてもシンプルで普通の話になっちゃうんですね。はい、人生の通過点に過ぎないのに、そこをゴールだと思ったらその先の方がね大変だったというね。だから僕もね、その最初にねアニメーターになる時はもちろんドキドキでしたよね。だけれど受かった後の方が絵描いたからね、ジブリとか秋ぐらいかな、そう未だにね忘れないですけれど、秋ぐらいだったと思うんですよ。10月かな11月かなんか、予定よりも遅れてね合格通知が来たんですけど、もう毎朝ね郵便ポストにね見に行きましたよ。もうそんなことがありましたよ。まあね、決まったっていうのが本当なんか多分俺一番人生で頑張ったかもしれない、その時が本当、その時一番頑張ったかもしれないんだけど、でもそれ決まった時にどうしたかっていうと、よっしゃーって来年の4月まで遊べるって思わなかったもんね。むしろそっからまた絵描き始めましたからね。やばいな、このレベルじゃまだ全然俺はアニメーターとして食っていけないぞと思って、そっからまた絵描き始めましたもんね。なんで就職は通過点に過ぎないですね。自分の画力とかレベルがどの程度なのかっていうのを分かった上で、やっぱりね気を抜かない方がいいんじゃないかなと。準備期間も面白いことやった方がいいですよ、できれば。受験が面白くてしょうがない人は多分ね、その後の道も多分合ってんの、その人にとって。多分その人は何かその道で向いてるし合ってんです。そんな人いる？でも俺はあんま知らないんだけど、多分そういう人もいると思うんですよね。勉強が好きとかそういう学問が好きって人も多分いるはいる。そういう人はそういう道をやっぱ進んだ方がいいと思うのね。だから準備期間大体楽しいはずなんです。僕はアニメーターになる準備期間楽しかったですもん。でやっぱその就職活動は頑張ったけど、すごいね胃がキリキリするじゃないけど、本当人生で一番勝負したって感じはあったね。だけどそのねやってる時をね嫌な気持ちは全然しなかったね。本当孤独というかねでしたけれど、全然嫌な気持ちはしなかったね。楽しかったね。楽しいとしか言えないかったかな、今思っても。それはやっぱ自分でやりたいと思ったことだし、それはやってて楽しいことだったので、その準備も楽しいんですよね。だから大体準備期間楽しいはずです。何かアニメーター目指してますとか、漫画家イラストレーターになりたいですってね言ってる人ね、それ今これからやってなんかそういう準備始めました。それがね辛いとか嫌だと思ったらその道向いてないですね。かやり方が間違ってるか、やり方が間違ってるか、やってる内容がレベルが違いすぎるのか向いてないのかのどれかなんですよね。だから大体ね向いてることって楽しいというか良き充実感を感じられると思うんですね。はい、今までは絵のプロってさ、ずっとそれだけをやってきた人しかなれない時代だったんですけど、今って結構ねまだ新規参入しやすくなったんです。技術とかノウハウとかデジタル化とかいろんなことで、要するにオープンにその公開されたんですよね。ノウハウがねどっちかオープン化されたので、新規参入がしやすくなった世界ではあると思います、そのプロの絵描きっていうのは。しかし故に今やってる人もこれからなる人もやっぱり一筋縄ではいかないというか、もう全員ライバルみたいな感じです本当。なのでやっぱりどうしたらうまいこと商売にできるのか、そしてそれを身につける技術は何が必要なのかってことを、ちゃんとですね筋道立てた方がいいのかなと。でその上で時間を使うね。その上で時間を使うんですよ、ね。ただ時間を使えばいいってわけじゃないですよ。最大化させるっていうのは、時間を最大化させるのはただやりゃいいってんじゃなくて、密度の濃いことをやらないと意味はないんじゃないかなと